ご視聴ありがとうございます。今回は都心の真ん中にある2つの廃駅のご紹介です。便利な場所にあるのに姿を消した2駅それぞれの事情、そして今でも入れる遺構の中身に迫ります。綺麗なビルが建つ場所にあったものとは一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは東京駅から西に伸びる JR 中央線です。1駅目の神田駅を出て山手線などの線路と離れ、列車は左カーブで向きを変えます。次の御茶ノ水駅までは 1.3 キロ。右側の建物が途切れ、総武線各駅停車の高架橋が一瞬見えた後、上り線の奥に高架橋がせり出します。そして上下線の間にホームのようなものが見え、ガラス張りの建物が登場です。その建物が途切れてからもホームは少しだけ続くものの、すぐに上下線の間隔が狭くなり、次の御茶ノ水駅に到着です。太陽の向きの都合上、御茶ノ水駅ではなく神田駅から先ほどの場所に向かいます。神田駅の真下の高架橋は改修され、張り替えられたレンガも目立ちますが、その先は違います。駅の北側で接続する東京メトロ銀座線の駅出口を見つつ、高架橋の真下を進みます。この辺りの中央線の高架橋は1919年に建設されたもの。山手線などが開業したのはそれより後です。後付けのファサードを除く部分は古めかしいレンガが残っており、台座や装飾の凸凹が目を引くこの高架橋、奥にある高架橋とは年季の入り方が違います。いくつか鉄橋を過ぎた先にあるこの鉄橋が万世橋可動橋。横には細かな装飾の入った石が付けられています。この奥にある橋がその名も万世橋。四隅には立派な造りの塔が立ち、欄干のプレートは旧字体。昭和5年、1930年3月完成のこの橋は間もなく100年を迎えます。そして欄干の中央には何やら紋章もあります。この場所は船着き場にもなっており、東側には船を近づけられるようタイヤがぶら下げられています。そしてこの後ろにあるのが肉の万世。肉料理レストランや精肉店を運営する万世。かつては最上階の10階までが万世のお店でしたが、今では5階から下だけ。5階の焼肉店は8月に近隣のビルに移転する予定で、ビル自体も一昨年に外部に売却されています。上野東京ライン、総武線各駅停車、そして中央快速線。三方を線路に囲まれたこの橋。その蓮向かいには高架橋への入り口が。万世のキャラと汽車をあしらったガードレールを見つつ、反対側に移ります。先ほどはよく見えませんでしたが、この部分の上部には細かな装飾が入り、鳩がいるところには石を用いた装飾もあります。こちら側は丸く仕上げられ、こだわりを持って作られたのがわかります。都心の真ん中にあるこの施設、それは今から80年前に廃止になったあのターミナル駅の遺構です。この場所にあったのが旧万世橋駅。駅周辺の配置がこちら。先ほどのカットにも映っていた各線に加え、地下には東京メトロ銀座線も走ります。駅が開業したのは1912年、明治45年4月。1904年12月に御茶ノ水駅まで開業していた今の中央線が東京駅に向けて延伸される過程で設けられた駅です。なお、両駅の間にはかつて昌平橋という駅がありました。御茶ノ水駅からわずか 0.5 キロの場所にあったこの駅は、御茶ノ水開業の4年後、1908年4月に開業しました。1911年の中央本線全線開業に伴い、名古屋方面への列車の起点となったものの、万世橋駅の開業に伴い、4年ほどで廃止になりました。昌平橋駅はもともと仮駅の位置づけだったため、ホームは一つ、ホームに面した線路も一本だけで、廃止後設備は撤去され、遺構は残っていません。一方万世橋駅は、昌平橋駅とは大きく違いました。初代の駅舎は、後に建設される東京駅と同じ、辰野金吾設計の赤レンガ造りで、1棟2棟の待合室、食堂や会議室などを備えた立派なもので、当時からすでに貨物用エレベーターまでありました。これは中央本線のターミナルとしてだけでなく、両国駅方面に線路を伸ばして、総武線とつなげることを見据えたものです。周辺には路面電車も走り、駅の南北にある交差点は都電のハブでもあったため、非常に栄えていました。ところが、1919年3月に中央本線が東京駅まで開業すると、万世橋駅はターミナルの地位を失います。
同時に神田駅が開業、25年には神田上野間の路線が開通し、秋葉原駅が開業。上野方面への乗り換え需要を失ったことで、利用者数には陰りが見えてきます。さらに、1923年の関東大震災で、初代駅舎が消失。2代目駅舎は、初代より大幅に簡素なものになりました。また、駅の南側の交差点が今の場所に移転したことで、路面電車が駅前を通らなくなりました。停留所自体は周辺に複数あり、歩いて乗り換えることはできたものの、駅の勢いに陰りが見えていたことが伺えます。一方この間、もう一つの万世橋駅が営業を開始します。それが、今の東京メトロ銀座線にあたる路線の駅です。隣の末広町駅から路線を南下させるにあたり、神田川をくぐるのがネックになりました。万世橋の架け替えや、川の流れを切り替える必要があり、長い工期がかかることから、川の北側に仮駅を作ることになったのです。後に建設された、この西を走る丸ノ内線では、神田川の左右が切り立っており、浅いところを走る丸ノ内線は地上を通せた一方、万世橋のあたりでは地表は平坦。地下深くに潜ることになったというわけです。一方、国鉄の万世橋駅がすでに勢いを失っていたとはいえ、路面電車のハブ機能は健在。ここに接続させるため、1930年の元日、神田川の手前にある下り坂の途中に仮設の駅として作られました。トンネルの天井を高く作った上で、線路を水平にし、線路1本分を潰した場所に木造のホームが作られました。線路が1本しかないので、列車の半分は手前の末広町駅で折り返していました。1931年11月、路線が神田駅まで伸びたことで、万世橋駅は2年足らずの歴史に幕を下ろしました。その後、1936年4月、それまで東京駅にあった鉄道博物館が移転。駅舎の大部分は博物館に転用され、駅舎自体は博物館に併設された小屋のような建物になりました。43年11月、万世橋駅は休止になり、駅舎は博物館として利用される部分を除いて取り壊され、駅は営業を再開することなく、今に至っています。その後も運営が続いていた交通博物館も2006年に閉館。建物などは解体され、跡地には再開発でできたビルが建っています。なお、かつて駅周辺に路線があった都電は72年までに全廃されています。そして先ほど映っていたのが2013年9月に開業したマーチエキュート神田万世橋。エキュートとは JR 東日本が展開する駅構内にある商業施設、通称駅中の名称です。万世橋駅の遺構を利用して作られた駅中にない異色な駅中で飲食店など複数の店舗で構成されています。ここから2つの万世橋駅の遺構の今を順番にご紹介していきます。中に入ります。この商業施設、神田川沿いには歩行者デッキがあり、そちら側からお店に入れるほか、ベンチでゆっくりすることもできます。また、奥の方には、かつて中央線で運行されていた車両の模型があるほか、万世橋駅を再現したジオラマもあります。150分の1スケールで作られたこのジオラマは、駅前の路面電車の線路も再現されています。今ではホームは一つしかありませんが、当時は北側にもう一つあったようです。左手前は高架橋の縁が斜めになっており、当時から東京駅延伸を見越していたのが伺えます。一方、ホーム上の施設へは、高架橋の反対側、南側から回り込むこともできます。秋葉原駅からも近いこの場所、高架下には電子部品を売っているスタンドがあります。その反対側には、先ほど見かけた万世の看板、エリアの特色がぎゅっと詰まった場所です。その奥の入り口から中へと入ります。外では夏の暑さが染みますが、内部はそれほど暑くはありません。ここが旧万世橋駅のホームにつながる階段の一つ、1935号階段です。横にライトがあったり、ところどころ手が加えられているものの、遺構を保存するという趣旨に鑑み、基本的には当時のまま。なお、これは鉄道博物館の移転開館に伴って、後から設けられたもの。1935は、それが由来です。踊り場の裏には、当時あったポスターの複製品が、ただし大半が失われているようで、時間の経過が伺えます。また、踊り場のモニターには今は何も映っていませんが、
時間によっては万世橋駅の歴史がわかる映像が出されます。そして踊り場には、このようなものが。この小抜きレンガは、詳細な図面が残っていなかった高架橋の耐震補強工事にあたり、材質や構造を把握するため、レンガをくり抜いた時に生じたものです。この階段の途中からは、下の階層を見下ろすこともできます。遺構として保存しつつ、商業施設も同居する、不思議な建物です。列車の音が響いてきました。上に進みましょう。この階段を上がりきった場所が、旧ホーム跡。左側、中央快速線の下り線では、東京駅に到着した特急の折り返し回送列車が、ゆっくりと通過です。そして正面にあるのが、万世橋駅の屋根を支えていた基礎の一部。その奥には、駅名板を模したものが柱にくっついています。中央線の上り線は駅があった頃とは位置が違い、外側に膨らんでおり、こちら側は線路との間隔が開きます。なお、今見えている中央線の上り線の横には、かつて車両を止め置ける線路がありました。後に役目を終え、今では一般の車両は止められないようです。そしてこの奥にあるのが、ホーム跡地にある唯一のお店。中は白身魚をメインに据えたレストランになっており、ワインもいただけます。通りすがりにフラッと入るような立地ではないこともあり、ゆったりした雰囲気の中、食事を楽しめます。テーブルは左右に割り振られ、行き交う列車を線路の真横で見ることができます。お店の一番奥はガラスの扉で仕切られ、これより向こうは屋根がなく、風通しが良い席。レストランというより、おしゃれなカフェといった感じですが、屋外同然なので、天候によっては開いていないこともあります。また、テーブルなどが高温になるときは、晴れていてもここに出られません。駅の外へと戻ります。お店の入り口から後ろを向き、先ほどとは違い、1912階段を降ります。こちらの階段は先ほどとは違い、端に手すりがあるだけで、床にある照明は限定的。一方上の空間は、展望スペースなどを作るためにがっつり改修されており、保存する場所とそれ以外のメリハリがついています。先ほどの1935階段とは違い、下の階層を見渡せるスペースはありません。ここまで降りてきて何か気づかないでしょうか。階段の表面がかなり綺麗になっています。こちらの階段は花崗岩などを削り出したもの。上の方は表面に汚れが目立っていましたが、素材自体は同じで、段の縁も丸くなっている格調高い作りです。踊り場は質素な感じに見えますが、これは当時、新素材とされたコンクリート製。そして壁面のタイルの間の目地が盛り上がっているのがわかるでしょうか。これは覆輪目地と呼ばれ、それ自体にデザイン性を持たせたもの。今では技術のある職人さんも減り、東京駅丸の内駅舎の復元の際には、コテの製作から技術習得までを行う必要があったほどです。一方1935階段は、全体がコンクリートで、花崗岩などは使われていません。23年後ということもあって、コンクリートも珍しくなくなり、コスト重視になったのでしょうか。また、タイルの目地も、平目地と呼ばれる普通の仕上げになっています。1935階段ができた時には、万世橋駅の勢いは失われており、それぞれの施設ができた時の駅の環境が大きな違いをもたらしています。そして、高架橋の南側にあるこの建物が、2013年に竣工した JR 神田万世橋ビル。旧万世橋駅舎、そして交通博物館があった三角の敷地に四角い建物を作ったこともあり、周囲は結構空いています。そしてそれらの土地には万世橋駅を偲ぶスポットが多くあり、ホームが2つあった頃や震災で被害を受けた駅舎の写真、交通博物館の様子もわかります。近くの地面にはこのようなモニュメントが、円弧状のブロックを地面に埋め込み、万世橋駅や日本の鉄道の歴史がわかるようにしたものです。少し離れた場所には、駅名の由来となった万世橋の歴史がわかる掲示もあります。なお、この建物の東隣には、東京メトロの関連団体が入る建物が、旧万世橋駅があった関係でしょうか、詳しいことは不明です。また、ビルの西側には、このような遺構まで残っています。これは、旧万世橋駅舎を支えていたレンガ基礎。駅がなくなった後も、交通博物館の建物を支え、100年近く活躍していました。神田川に面したこのデッキも、商業施設のオープンに合わせ、後から作ったものです。
古い遺構と新しい施設が同居する旧万世橋駅。少し離れた場所にあるもう一つの遺構をご存知でしょうか。万世橋を渡り、秋葉原駅の方へと進みます。総武線のガードの手前にあるこの場所。この奥には東京メトロの前身、営団地下鉄のマークが入った蓋が。そう、これこそが旧万世橋駅につながる通路の入り口です。以前より目の細かい蓋に交換され、中の様子はほとんど見えませんが、列車が通るときには風の音が聞こえます。旧万世橋駅のホームは片側にしかなかったので、道路の向かい側に入り口はありません。そしてこの場所、南で神田川をくぐるため、列車は速度が出ています。もともと仮駅だったため、ホームは小型の車両2両分ほどしかなく、照明で照らされているわけではありません。以前別の動画でご紹介した銀座線表参道駅の旧ホームは速度が出ていないのでよく見えましたが、こちらを走行中に目視するのは難しいです。ただし万世橋駅のあたりは上下線の間の柱がないため、駅があった場所だけはわかります。都心の真ん中にある個性あふれる2つの遺構。一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。